はい、連絡すると思います。はい、ありがとうございます。強い雨の降り方を淡路島のモンキーセンターさんのライブカメラお借りしております。ちょっと多すぎた。うちはチャーハンは普通のチャーハンいうのがあって、それはチャーシューはなしで2
豚肉入れてるんです。豚肉と卵と玉ねぎ、人参、ネギ、具材はそれだけです。調味料は、はい、塩、味の素、チャーシューのタレ、ラードを少々。一番最後に仕上げ前に入れられたそれは醤油。醤油を仕上げに入れられてはいるんです、鍋からちょっと油を少々とね、で最後に胡椒ですね。調味料、そのはい具材だったりとか一気にダーって全部入れずに分けてたのが印象的だったんですけど、それはなんかこだわりやったりするんですか？こだわりって自分のスタイルそうですね。もうまずまあそうですね、味の素入れて後で塩入れてね、でも出来上がり寸前にネギ入れて、ネギを入れたらもう鍋に3回回してもう終わりで、香りが飛ぶんでね。めちゃくちゃいろんな味が効いてて美味しかったんですけど、そうですオーソドックスな作り方は割と卵入れてご飯入れてみたいなところから始まりますけど、最初にお肉からやそうです、ってたらあれ生なるもんで、チャーシューじゃないんで炊いてない、生やからね、さっと炒めてから卵入れて、もうそれはもう昔からのみんなびっくりしはるけどね、大体どこでもチャーシューですからね。この五目チャーハン作る時に気をつけてることとか心がけてること、こだわりだったりとかありますか？エビとかが割とね、炒めたらんとが通らないんで、それぐらいかな。ダイヤとかなりすごい量になりますね。1杯半のつもりやけど、大体ほぼ2杯やからね。ですよねはい全然1杯半よりは多いなと思って2杯ぐらいありそうな感じがしました。お客さんもみんなね、カップルの人とかみんなシェアして食べる。あー3人2人とかね、大がたまに出ますね。よく波になると、お玉1杯か2杯かですね。先ほどチャーシューの代わりに生の豚肉使われてるってお話あったと思うんですけど、はいなぜそうされてるんですか？でね、なんでやろうね、うち親父からやってるんで、あと玉ねぎもあんまり入れないとこあるみたいなんでね、まあ、生の肉を入れるのは、まあ、うちの親父からで、まあ、その通り。でしたらそのお父様がされてたものをそのまま引き継がれてるんですか？そうです。味も作り方も。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。チャーハン振られる鍋と今から作られる中華定食の鍋は別やと思うんですけど、これなんでなんですか？チャーハンはチャーハン専用で、ちょっと焼きも入れなあかんし、これはこれ専用で焦げるんで、普通のこの鍋炒め物とね、これも専門でもう焼いて置いといたらすぐ焼ける。じゃあこうスープとか入れたら。
中華定食ありがとうございます。3品載ってると思うんですけど、料理の内容を教えてください。一つは野菜炒め、メインがキャベツで人参玉ねぎ、ネギ、次が甘酢の肉団子、これが5つ入ってまして、これは結構人気があります。もう一つは天ぷらの、3種、エビ天ぷら、ナスビの天ぷら、インゲンの天ぷらで、真ん中にチャーシューが1枚、これもうちの人気メニューとなっております。すごいボリュームだと思うんですけども、ありがとうございます。この3つはどういうセレクトになるんですか？これもですね、やっぱり、肉と野菜を入れて、大体皆さん天ぷらが好きなんで天ぷらも入れて、はい、野菜炒めは、はい、どういう風に作られてますか？調味料、酒、醤油、味の素、塩、胡椒ですね。野菜炒めのこだわりとかあったりしますか？できればさっと炒めて、はい、早く提供することなんで、はい、甘酢の肉団子は、あれはどういう風に作られてますか？肉団子はそもそも仕込まれてるんですか？はい、朝に仕込んでます。ミンチは、豚ミンチ、はい、それを、一度揚げてっていう感じですかね。はい、作り方は素揚げして甘酢あんですね。甘酢のあんは、どういう調味料を使われてますか？醤油、砂糖、醤油、砂糖であえていく、はい、天ぷらなんですけど、そのエビとナスとインゲンっていう3つはずっと変わらない。変わりますエビは変わらないですけどね、他のナスとあれは南京だったり、これはもう旬のものっていう感じです。旬のもので、そうですね。日替わりとかではなく、はい、一定の期間でそうです。そういうことですね。はい、で最後チャーシューなんですけど、はい、チャーシューは、他のお料理でも使われてますか？チャーシューはですね、チャーシューの単品、単品とラーメンとで五目焼き飯ですかね。それだけですね、チャーシューは。チャーシューも事前に仕込まれているってことですかね。仕込む時のポイントだったりとか、どれぐらいの時間つけているみたいなことってあったりしますか？うちは、2時間ほど炊いてますね、タレにつけてね。毎日2時間つけたものを出してるんです。はい、毎日ではないですけどね、3日ぐらいかな。3日ぐらい。はい。普段より大きいやつが入っちゃったんです。均と同じぐらいやってるのに、今日のまだちょっと大きいですわ。ある程度その日によって多少ばらつきが出るんですね。骨の大きさとかもあるんで、こうありましたら4つに切るか3つに切るかね。4つやったら小さすぎるなって、3つやったらまたこんなでかいのができたり。この鶏もいつも朝から仕込まれてるんですか？そうですね、毎日。1日どれぐらい仕込みますか、唐揚げは？大体、平均して4キロか6キロかな。結構人気メニューですか？そうです、唐揚げもね。お昼なんかやっぱりね、うわー言うてみんな食べはるけど。なんでこんな大きいしてるんですか？気づいたらこうなってました。もう一回大きいしたら戻されへんのでね、なんかちっちゃなった言うたら嫌やし。これも創業者様がいらっしゃる時からのメニュー。そうですね。タイマーで時間を計ったりとかされてないと思うんですけど、分かるもんなんですか？勘ですね。やっぱり長年されてるから、何で判断してるんですか？ある程度の時間とこの浮き方、上がり具合とか。フライヤーを使わないのもあえてなんですか？結構大きいからあれもね。場所も取りますしね。そうです。でもやっぱり温度管理とかは楽じゃないですか。機械で温度をそうですね、分かるからね。手動でやってるとやっぱ温度とかいわゆる火加減で変わってくると思うんですけど。そうですね。安定させるコツがあったりするんですか？いや、大体これぐらいやなっていう感じですか？そうですね。
すごいコスパがいいというか、あ、そうですか。あ量りがとうごがめっちゃざいます。多いのに、他のお店さんとかやったら値段上がってると思うんですけど、うんこれはあえてもうこの値段でずっとやり続けようっていうのはあるんですか？そうですね。まあ今でも今ちょっと厳しくなってきたんでね、ちょこっと考えてるんですけど。なるべく安く提供するっていうのは店主さんのこのお店の方向性というか。はい。お客さんがね、この量でとか言って喜んでくれるのが一番安いわ、言ってね、言うてくれはるんで、はい、なかなか上げにくいし。お店って何年からされてますか？店ね、もううち開店して52年ぐらいですわ、うちの親からあっという間で。古いのだけが取り、もう年数が古い。52年前やと1974年ですが、それぐらいでしょうね。確か52年か3年か。どなたが創業されたんでしょう？あ、うちの両親です。お二人でされたんですね。はい。またなんでお店をここでされるかっていう、そういう歴史とかってお伺いしたことありますか？もともと散髪でやってたんですよ。ここでね。ここでですか？である日火事がいて隣からね。で閉めて知り合いのとこにお店中華のお店あるからで見に行ってでまたこっち帰ってきてここで開業したんです。もともとは全然違うですよ散髪屋。散髪屋から急に中華されるってなって、ご主人はここをオープンされた時はもうすでにいらっしゃったんですね。学生やったけどね。あ、そうだったんですね。はい。お母さんお父様が散髪屋からいきなり中華屋さんになるってなって、気持ちいかがでした？ああ、いや何も考えなかったね。もう遊ぶの忙しかったからね。急に中華屋やんのって感じやったじそう、ゃないですか。おいくつの時にお店ができたんですか？ 15やから。お店ができて、まだその頃は15歳で学生だった。そうです。そこからどうしてこうまたお店に何年からどういう成り立ちなんですか？高校卒業してもちょっとよそ働いてまして、喫茶店もちょっと2年行って、あとは大きな宴会屋さん、中華の宴会屋さんも 2年ぐらい行って、でやっぱり戻ってきたわけで。それ何歳の時だったんですか？高校で18として23、4ですね。その時はご両親と一緒に働かれてたんですか？ああ、そうです。厨房はお二人で、お父様とご主人とそうですね。ホールにお母様が出られるようなイメージです。はい。その時からこう席数とかって変わったりしてないんですか？もうカウンターだったんですよ。あ、そうなんですか。この前が、7、8席ぐらいのね頃、何年か前にちょっと改装した時にもとてもね、はい。改装されてるんですね。はいそれでテーブル席に変わってるんですね。こっちだけね。こっちはもともと3つあったんで。入学時間はどれぐらいですか？約2分半ですね。 2分半。はい。大丈夫です。
メンの、作り方、具材だったりとか調味料を教えていただけますか？うちは鶏ガラですね。鶏ガラを、毎日5キロぐらい、毎日5キロずつ入れて、はい、鶏ガラと、あと野菜の切れ端みたいな芯みたいなやつを、ちょっと甘みが出るんで、玉ねぎの芯とかね、それぐらいかな。特にとは入れないですね。それに、お醤油を混ぜて、醤油というか特製のタレですね。そうなんです。スープももうずっと変わらない味なんですか？そうですね。もう昔から鶏ガラで。ラーメンは他にも種類があるんですか？ラーメンありますよ、いろいろ。醤油、味噌、ちゃんぽん。よく出るのがちゃんぽんですけどね。寒い時なんかね、ちょっととろみがついたらで、はい。豚骨ラーメンもあるんですか？豚骨もあります。麻婆ラーメン、ジャージャー麺とかね。麺は結構種類が多いですけど、それはもう元からですか？そうですね。多少増えてるのはあるけどね。味玉は何につけてるんですか？チャーシューのタレですね。なるほど。はいもうチャーシューそうですけど。のタレはどうやって作ってるのか、チャーシューのタレ、そうですね。もう醤油ベースで、ニンニク、生姜入れて炊いてね。で、あと塩と、そんなもんです。52年もお店されてるとかなり長いですが、ここは結構その駅からもそれなりに歩くし、周りは割と住宅街で、うん。あんまりこう繁盛するような土地という立地ではないと思うんですが、ああ。でもこれでも長いこと続ける何か秘訣があるんですか？いやー、どうでしょうね。最近はそこの、延べ葉の湯とかね、でコリアタウンがあるんです、こっち。はいはい。そこら辺のお客さんもよく来てくれるようになって。地元の方に愛されてるんじゃないかなと勝手に思ってるんですが、そうですね。常連さんは多いですか？常連さん、そうですね。だんだんもう、年いかれて、今こんなちっちゃい子が、ちゃんちゃん言うてね、昔よ、出前と取ったとかなんか、出前もされてたんですね。そうです、昔ね。もう今はやってないんですけど。世代を超えてお客さんが愛してくれてるようなそうですね。なんとか続いてます。このお店では一筋で中華一筋30 30年ちょいかな。ですね。お店の一番人気とかって何になりますか？今のところ豚唐揚げと焼き飯チャーハンですね。一押しのメニューあったりしますか？夜とかはこのビールセットがよく出ますわ。唐揚げ、餃子、ビールいいですね。お店今後の展望だったりとかあったりしますか？なんとかね、もう頑張ってね、もうちょっと続けていきたいですね。今日は一日ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。